でそれと張り合う。それが窓か。実はそれが窓か。おお、外国人入ってきたと思ってたんで、でバーンって踊ってもう喧嘩みたいなノリになったんですよ。そう、ゾーンって1人が入ることあるんですよ。3人で同じゾーン入ってるんですよ。そう、すごい。で僕らのダンス人生は絶対忘れられないあの舞台ですね。もう語り継がれる舞台だと。カイトといえばやっぱりバトルが強いっていうイメージやねんけど、ジャステブでも優勝してるし、はいはい、サマーダンスでも優勝してるし、はい、オールドスクールナイトでも優勝してるし、はいはい、もうどんだけ優勝してきた。13年間一応世界タイトル取ってました。何かしらの形で、はい、コロナ前までですけどね。それが自分のなんか決まり事というか、年に1個は世界戦取りたい。カイト的に最大のライバルって誰なの？いや、やりにくいっていう意味で僕実はね勝ててない人がいて、グッチョンさんが実は、はいはい、もうここだけの話ですけど全然噛み合わないですよ。グッチョンさんとのバトル本当にここだけの話でも出ちゃうけどね、出ちゃうけどグッチョンさん全然噛み合わないです。僕はどっちかというと噛みつくタイプで、タイプでいうと K 君の方が噛みやすい。噛みついたら噛み返してくれるっていうのが K には勝ったことある？ありますあります。はい、グッチョンさんは噛みついても全然話聞いてくれてないんですよ。そう、もう自分の世界でファーンっていっちゃうんで、でも踊り終わりはなんかこうコミュニケーションを取ってくる。お、来たと思って返すとまたなんかファーンってグッチョンさんの世界で踊るんでやりにくいみたいな。なんでちょっと苦手っていう意味ではグッチョンさんタイプちょっと苦手ですね。外人で苦手は？外人はねグリーンテック。グリーンテックはねうまい。やっぱね駆け引き上手ですよね。なんかこういう駆け引きだけじゃなくて踊りの見せ方、こういうタイプが来たからこうやるみたいなのをあいつは持ってて、そこがなんかこれもグリーンテック。戦ってても、僕もテンション上がるし、バトルしてる。そうもっと来てほしいんですけどね。引きがうまいんですよ。バーンっていった時にスッて抜けたりする。で俺がこうすかされるみたいなのがあったり、バーンって来るだろうなと思ってバーンっていったらすげえ一個一個丁寧に戻ってきたりするから、おいみたいな感じでちょっとこうされるんですよ。バトルすごいやり方うまいね。いやうまい、本当にうまい。そうでもグッチョンさんは勝つんですよ。なんでかというとグッチョンさんはもう話聞いてないから自分のペースでそう言ってるから。あとアッキーさんが実は戦えてないんですよ。1回戦ったぐらい。そうなん？はい。それも意外やな。だから世界戦でも一緒になってないんですよ。アッキーさんも参加したの僕は勝ったっていうのはあるんですけど、ただこうなったことがアッキーが違うところで負けてる。そうこうなったのはセッションかなんかで当たって負けた。あとオールドスクールナイトで当たって負けたみたいなのがあるぐらいで、そこを超えたいっていう自分のなんかあれもあったんですけど、なかなかねタイミングもなくて。なるほどね。なんか運あるじゃないですか、よく当たる人と。だから僕 K 君しょっちゅう当たるんですよ。でグッチョンさんもたまに当たるんですけど、アッキーさんとかはあんま当たんなくて。そうなんですよ。だからなんか結果は取れてるんですけど倒したい人はまだまだいるっていう。このバトル見てくれみたいな。いや僕ねベストバトルってないんですけど、歴史的に自分の人生的に大きかった、これ取ったっていうのはオールドスクールナイトなんですよ。おー、嬉しい。やっぱり僕らって目指してたので、そこを、で毎年ね5月に行くじゃないですか、でチャレンジしてて、で世界を取っても取れないバトルなんですよ、オールドスクールナイト。なるほど。やっぱりそこはそこを取れたっていうので、僕が出て取れた優勝した時のオールドスクールナイトはやっぱ印象がすごい。ボリューム17やった。はい、濃いですね。誰とやったんやったっけ？クリストと決勝でこういうのやってくる。全然僕とタイプが違うタイプで、実はバトルの前に吉坊さんに会ってて、福岡でアドバイスをしてもらったんですよ。なんて？綺麗だと、綺麗だけどワクワクしないから、カイトの踊りがもっとなんか綺麗さよりも崩す方を意識して踊ったらいいと思うんじゃねっていうのを言ってくれて、で打ち上げですよ。でその後 LINE でも送ってくれたんです、細かいところ。すごいな吉坊さん。でそれをもらって挑んだのがこの大会なんですよ。自分の中では綺麗にとか王道はこうっていうのをやっぱ持っていく感覚で踊ってたので、そこをもう自分らしさとかアンバランスっていうのを意識してやらせてもらった大会がこれです。確かにカイトの踊りは綺麗。そこをちょっとね意識して踊ってる部分があるんですけど、めちゃくちゃクリアやから。そうですね。テクニックがすごい伝わりやすいっていうのがカイトの持ち味。だからそのグルーヴというかダンス感が薄れることがあるから、そこは自分なりに音楽を
聞いてダンスベースで行ってみたらみたいなでそこで生まれるバランス感でやったらって言われて挑んだのが実はっていうかこれ吉坊さんがそんなに打ち上げのバーだけじゃなくて、はい、LINE でもやってくれるっていうのが、まあ、今も保存してもちろんね撮ってますすごいね吉坊さん。今酔ってるからもっと言いたいけど言えないから後で LINE するわって言ってすごいめちゃくちゃ気に入ってもらえてて、カイトの一番のこうテクニック的なこだわりは何なの？ワイドスタンスですね。股を大きく開けて動く、はいはいはい、大きく動くステージを使うっていうのが僕の、好きなやり方なので、なるほど、はい、そこの中でステップを刻んでいくっていうのを結構やってるので、クレイジーレックスのクレイジーさがクレイジーやん。はいただクレイジーレックスを使った人はもっとクレイジーなんでね、言ったら作ってる人は。だからその意味ではあそこを追いかけちゃったら俺無理なんですよ。だから自分なりのやり方でこう噛み砕いてやってる中で見つけたのがワイドスタンスを含めて、なるほど、ワイドスタンス入れながら細かく刻む、ワイドスタンス入れながら細かく刻むっていうのを結構やるようになって、骨がきしむまでねじるっていうなるほどやりますね、はい、もういくつになっても、ユキさんいますし、レッグスの、ボスがなんでそういう意味ではまだちょっと頑張っていきたいなと思いますね。ただあんまりね言いたくないなこれ。みんなが勝敗上がっちゃう。バトルの向き合い方いやバトルの向き合い方これあんま言いたくないですけど、僕バトルする前に準備があって、ホールドスクナイトで言うとエントリーリスト出るじゃないですか、その中のメンバーは必ず映像をチェックするんですよ。でそのビジョンを頭に入れておくんです。しかもその人たちが僕が見る中でのベストムーブだなっていうものを見て、頭に入れて対策するという。素晴らしい。そこに向けて自分で整えていって、で疑似バトルみたいなのを意識しながら練習して、で本戦行って、ちょっと動いてるのを見て、でどんどんブラッシュアップしていってやれます。あとマインドに関しては、もう野球部時代から緊張に目を向けないっていうのは、意識してできるようになってるので、それで挑むようにはしていて、自分のルーティン的なのもあるんで、何よりも僕大事なのはそのデータ収集です。データ野球みたいな。そうデータ野球、そうまさにそう。こいつはカーブ投げる、フォーク投げるみたいなの持っとかないと、勝率を上げるためにどうするかっていうのを考えて、まず最初のサークル勝たんとね、そうです、話にならへんもんね。そうだから僕一番ね命かけてるのは予選ムーブなんですよ。どこよりも。なるほど。予選でバーンっていければあとは乗っていけるんで、予選がギリギリだと後々上げるの大変なんですよ。僕スロースターターなんで早めにバーンっていかないとダメなんで、そこはやっぱ言いたくなかったね。これはね言いたくなかったでもまあいいですよ、まあやってみてください。なかなかできるもんじゃない。なかなかできるもんじゃない。僕も長年かけてねやったものなんで。カイトにとってダンスとは？いやもうダンスとはって聞かれると、僕自身がダンスがあって今こう成り立ってるんで、そういう意味ではもうライフスタイルの一つでしかないんですよね。先輩を見てて思うのが、このコロナ禍になった時に向き合い方が全然違ったんだなっていうのを感じたんですよ、ダンスに対しての。いや僕らはやっぱりあくまでなんか一つのコンテンツとしてやってた感が強かったんですけど、先輩たちはやっぱ人生の一つとしてやってるから、踊る現場がなかったり仕事がなかったりでじゃあやめるとかもうそういう話じゃないっていうところをすごい痛感したんですよ。迷ってるとかもう感じなくて、僕らでいうとゆきさんとか先輩たちなんですけど、もう淡々と自分の好きなように踊ってたりとかしてるっていうのを見てて、初めはメンタルどんだけ強いんだろうと思ってたんですけど、でこう冷静に考えた時にやめるとかっていう概念ないんだなっていうのを感じたんですよ。メンタルとかではない。じゃないですよね。仕事がないからモチベーション上げなきゃとかじゃないっていう、踊りたくなったら踊る、踊る気が乗んなければ踊らないみたいな、本当に自分の一つのなんか表現としてやってるなっていうのを感じて、いや僕もやっぱりそこにいなきゃいけないなっていうふうに思ったんですよ。でそうなってじゃあコロナ禍を経て生活してたらやっぱやめなかったんですよね。そうなった時になんか無理に踊ってる自分もいなくて、僕もそこの位置に近づけていくのかなって思って、もうライフスタイルの自分の人生の一つとしてできるようになってるのかなっていうのを感じたので、なんかそういう意味でダンスって本当に僕の糧というか、もう僕自身っていう感じはありますね。今まではダンスを通じていろいろこうできたらなっていう考えでもあったんですけど、僕を通じてダンスをこう知ってもらうっていうのが一つであって、で僕しか行けない現場とかも出てくると思うんですよね。そういう現場に行ってよりこのダンスっていうものを知ってもらうっていう。
でそのダンスシーンになんかつながっていけたらなと思ってるので、なんかそういう意味ではパイプ的なものになれたらなっていうのを感じていて、で今1個トライしてるのは、実はポップとかダンスってスポーツ界に革命を起こすって言われてるんですよ今。プロ野球選手とかにトレーナーとしてやってる方がいて、ご縁いただいて僕もトレーニング一緒にやってるんですよ。でその中でポップのことをこうやった時に「何ですかそれ」みたいになって、で筋肉を弾いてるんですよって言ったら、その概念がトレーナーとかにないと。まあそうやろうな。ただこれってインパクトだよねっていう風になったんですよ。例えば野球だったら打つインパクト、投げるインパクトで、走る時の踏み切りのインパクトがあって、これって使えるんじゃないってなったんですよね、トレーナーの方が。でそれをこう一緒にこう話し合いながらずっとやっていく中で、ポップを使ったトレーニングができてきたんですよ。筋肉を弾くっていう動きを使ったトレーニングを今開発してて、すごいやん。そのトレーナーさんを通じていろんな大学の野球部とか、いろんなスポーツ選手、それからアスリート、格闘家の人たちに今落とし込んでいる。みんな結果出てきたんですよ。今革命を起こすってなってきてるんですよ。うわー、なんか飛びが出てきたわ。そうなんです。でそれをちょっと僕は、今年どんどん働きかけて、ダンサーたちがやってきたことが実は体にとってはすごいことを今起こしてるんだぞっていう。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。いやー楽しかったね。いや楽しかったですね。いっぱい話しましたね。いやーほんまに俺も知らんこといっぱい喋ったし。いやいや僕もですよ。いや最後のね、筋肉の話とか、そうなんか俺それに結構持っていかれて、それまでの話がいやいや飛びそうなぐらいなんかおー。いやでもそう可能性ありますから。多分なんか僕らが思っている以上にダンスって可能性あると思うんですよ。いやーそうやね。俺らはなんかこうやってきたからなんかダンスそんなでもないって、なんか結構虐げられてきたっていうか、もう目向けてもらえへんかった時期がすごい長かって、で最近でこそオリンピックに入ったから言うてブレイクがうわーってみんなが殺到したりしてるけど、ちょっと困惑してる部分とかもありますね。でもこういう部分をもうカイトもそうやったようにこうオープンなマインドでいろいろ広げていって自分を見てもらってで公演行ってっていうのもしかりやし、やっぱり軸がぶれずにオープンマインドでいろんなことをやってるから今のカイトがあるっていうことやから、もうすごいこれからどんどんカイトがねこう拡大していくっていうのが今日すごい実感できて、いや嬉しいです本当。40歳を目の前にしてますます進化するカイト君。そうなんです。まだまあでも40歳ですけどダンス界ではまだ新人なんでね、若手になりますから、そういう意味でやっぱ先輩方にまだまだ頑張っていただいて、やっぱ協力していただかないとできないことも、もちろん協力してお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。僕も行きます。やった。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして1月28日川崎クラブチッターポップボックスお待ちしております。詳しくはこちらよろしくお願いします。絶対来てください。